はい、どうも、久しぶりです。真面目な動画を撮ろうと思います。私はリアルでも最近結構外国人の方と関わる機会が増えてきました。日本で働いてる方とか、学生の方とかいろいろいらっしゃるんですけど、外国人に関するトラブル、どういうことが多いかっていろいろあるんですけど、やっぱ仕事関係は話せる人とか限られますよね。一応ですね、全国の相談窓口としては、その外国人在留支援センター、フレスクですね。ここは多言語に対応してます。英語、中国語、ベトナム語とかいろんな言語での対応がありますので、日本語できなくてもこういうところで相談はできます。で、あとはですね、厚生労働省のハラスメント相談窓口ですけど。で、他にも労働基準監督署とか、そこに直接話すとか、いろいろ手はあるんですけど、やっぱり一番難しいのがですね、働いてる会社がビザとか出してるので、例えばビザ取り消しとかになっちゃうと、すぐに帰らないといけなくなっちゃうんですね。下手すると強制送還。下手に動けないんですよね。だから例えばじゃあトラブルに巻き込まれました助けてくださいって言われた時に私が動いてしまうと逆にそれで、その人がより困った立場に置かれてしまうということもあるわけですよ。で、これについて考えたんですけど、本当にね、難しい問題ですね。一つね、私から言えることとしては、自分の身は自分で守りましょう。嫌なことはちゃんと嫌だって口に出して言いましょう。いろんな外国人の友達から言われるのが、日本人が、上司とかが自分たちを人間だと思ってないと。人間未満。英語でサブヒューマンって言い方ありますけど、そういう扱いですよ。確かにそれはそうです。結局やっぱり少数派にいて、言葉もうまくできなかったりとかすると弱い立場に置かれます。それは別に日本に限った問題ではありません。他の国でも。どの国の人もそうです。多数派っていうのは、少数派がどうして困るのかとか、どういうことで問題を起こしてるのかとか、そういうことを考えられないとか考えようとして、なんなら、弱みにつけ込んで利用しようとする人とかいるんですよね。で、だから、そういう人たちに対して、毅然として強く生きていく必要があると思うんですよ。もちろん一人ではなかなか難しいこともあると思います。だから、ぜひ、いろいろな相談窓口頼ってください。浜松市内とかだったら、浜松市の国際交流協会、ハイスとかありますけど、そういうところで相談もできますので、法律に関しての相談だったら全国ですけど、法テラスとかありますので、そういうところに電話してもいいです。とにかく、まず自分で自分を守ること。そして、頼れる人を見つけて頼ること。それが大事かなというふうに思います。外国人の側に問題があってトラブルが起きることもあると思いますけど、あなたが悪くないときは、ちゃんと自分は悪くないんだってことを積極的にね、主張していってほしいと思います。はい。